今回初めてお城の飲みの市へ行ってきました。車がないからと諦めていたけど行けました。そしてやっぱり年に一度だけのお城の飲みの市、やっぱり行く価値あり。行ったついでに美味しいものを食べ、街も散策、そして最後はもちろん私が買ったものをご紹介。今回も最後までゆっくり楽しんでくださいね。夫と私はシャンボール城の飲みの市へ向かう電車に乗るためにオステリッツ駅へやってきました。ここからブロア駅までのこの電車、そしてそこからバスに乗り換えてシャンボール城まで。私は初めての噂に聞いていたシャンボール城の飲みの市。お城をバックにプラカント、とっても綺麗らしいので楽しみです。シャンボール城の飲みの市は朝日が昇る前からすでに始まってしまっているので、私たちが到着する頃にはきっとお買い物を終える人もいる時間。それでも私たちは車を持っていないので行けないと諦めていたこの飲みの市。電車とバスで行けるだけでも本当に嬉しい。ブロア駅に到着。ここからはバス。動物園とお城の2つの行き先のバスがあるようですね。さすがに飲みの市の日、バスはすでに満席。ようやく今回初めて行けることになったこのシャンボール城の飲みの市。以前の私の動画の中でインスタグラマーの龍之介さんもおっしゃっていましたが、ここはちょっと値段は高めだけど1年に一度行く価値がある飲みの市なのだそう。ただ夜明け前からすでに始まってしまっているので、この時間だとお宝はあんまり期待できませんけどね。おや、雨が降り出しました。天気予報では今日は晴れなのにと思ったら、Ah oui, c'est 41 parce que tu as deux chambres. Ah bon? C'est celui-là en fait. Ah, en fait, il va faire beau à partir de 12 heures. C'est l'inverse. Il va pleuvoir maintenant, il va pleuvoir jusqu'à 12 heures et à partir de 12 heures, il va faire beau. 逆じゃん。違うシャンボールの天気を見てたらしいです。ボネケ本舗。シャンボール着きました。ちょっと小雨が降ってます。一時すごく雨が降ってたんですが、まあまあの天気になってきました。午後はいい天気になるようです。10時ぐらいらしいんですけど、でもまあ来れただけ良かったです。なんか美味しそうなものも売ってます。お祭りチックですね。なんか食べ物も美味しそう。サンドイッチを持ってきたんですが、朝食用に持ってきてるのかと私は思ってたら、朝食じゃなくて昼食用だったらしい。でも私は絶対外で食べる。せっかく来たんですからね、食べたいですよね。何か美味しいからね。シャンボール城が見えてきました。来たー、じゃーん。シャンボール初めてです。嬉しい。嬉しい。バスで来れた。嬉しい。ここがロカントの会場です。で、ここを振り返ると、じゃーん、美しい。でもこの時間だとやっぱりもう物がない。すでに物がない。でもとっても広いこの飲みの市会場、まだまだ隠されたお宝を探して散策を開始です。お城の庭に入ってすぐのお城を背にまっすぐに伸びた小道から見ていきます。とにかく見渡す限りスタンドのテントが続いています。でも駅に戻る帰りのバスは午後1本のみ。その限りある時間で見れるだけ多くのスタンドを見て歩かなければ。早速ここにバスク柄のカップ&ソーサーが。箱の中にかなりの数が揃っていそうですよね。すごい。これお宝ありそうね、このホルフリゾン。本当にいいのがありそうなホリホリゾンだわ。でも待って、今ホリホリやってる暇はないね。
並木道に店が続いてる。素敵すぎる。網網の皿、これ陶器あ、そうよね。面白い。レース編みの放浪製の大きいキャニスターがありますよ。Mais vous savez quelle marque ça? Non. Ça doit être. C'est français. Oui. Ça doit venir de maison de famille, je crois. ベーベーさんのではありませんでした。最近私が探し始めた缶。ちょっと黄色いけど。かわいいブルーの市松模様。ここに並べられているのはたくさんのはぎれ布。何を作ろうか創作欲が湧きますよね。あったー、かわいい。ベーベー社の放浪のキャニスターだけど、私は初めて見る色。そしてこれはブリュロ。どうやらクレイエモントローのようですね。バスを降りてからたまたま再会したピーコちゃんと共にキャニスターとブリュロをまとめてお値段交渉にトライ。40 avec ça. 40? Oui. Non. 35? Mais si. 40. 35? Non. Ça c'est 30 et madame veut prendre ça avec. まだ来たばかりなので一旦よく考えることにしました。ウエスタンブーツにアメリカ国旗、コーラのボトルとアメリカンなスタンド。カンパニュールスピエ。かわいい放浪たちのディスプレイ。ここに今私が探しているトレイがあったけど、中はちょっとな。これ龍之介さんの家にもあったバスケット。すごい状態がいいね。これぞお城の庭の飲みの市。見てください。後ろにシャンボール。かなり規模大きいです。早速何個か欲しいなと思ったのを見つけたんですけど、でもまだ来たばっかりなので、こんなに広いとやっぱり最初の方は買えませんよね。思った通りやっぱり見つかる欲しいもの。バルボチンヌの水差しです。あ、じゃん、すごい。見てこれ豚さんでしょ。これ私持ってるものね。これも私持ってますね。これまだなのよ。これあ、60ユーロだ。60ユーロだ。そんなに安くはない。見てください。これ初めて私見る。180。どうしてこれそんな高いんだろう。レアなんだろうね。違うよ。他にはね、だってそんなに高くないのあるもの。どうやらポエラバルのリスのピシェ。わかんない。これはすごい高い。これだけ一気に見れるなんてやっぱりすごい。すごい。これも見たことないかもしれない。猫。これも100ユーロ。まあ見れただけでもここに来た甲斐があったかも。これをね、皆さんに動画でご覧いただけただけでも私は嬉しいですね。これも90ユーロぐらいしますね。これも見たことない。すごいなんかトカゲを加えてる。もう160。もう無理。これなんだ。これは私知らないな。わからない。このスタンドにあった放浪のキャニスタ、まさに私の好み。私の大好きなライトブルーだし、おまけにドット柄。そしてこの濃紺の市松模様、ため息ものです。ここには食器棚に並んだバルボチンヌ。こうやって並べると本当に美しい。そしてこのスタンド。この素敵さをご覧ください。ほら、美しい。この取っ手のところがすごい綺麗です。うわ
わ、すっごい重い。見た目普通のカップなのにすっごく重いです。これこの貝のザビエ、すごく凝った感じのレリーフがあって綺麗かも。これは40ユーロ。美しい。どこのかは分かりません。あ、これ面白い。今トレイを探してるんですが、結構この模様のトレイ見かけるんですね。周りが金属のはよく見るんですけど、こういう感じのを初めて見ました。この時期にすごく可愛いツバメ。鍋敷なのかな、壁にかけるのかな、どっちかな。さっきと似たような柄で、これは多分鍋敷なんじゃないのかな。美しい。このスーピエール、いつかは欲しいと思ってます。これ可愛くないですか。ほらほら、ロンビかな。これ美しいなぁと思いました。こちらのスタンドさんのお名前かな。ジャンフランソワ・グーポさん。こちらのスタンドの方にいつも動画を見ていますよと声をかけていただきました。とっても嬉しかったです。デザイン違いのブリュロ、和のテイストのこれは魚用の大皿かな。かわいい。このクリーム系と茶色、綺麗ですよね。で、美しい。見てください、この美しさ。ロロロ。これは皆さんが好きなベア。ほら、いい感じに厚みしてますね。テントのないお隣もこのスタンドの一続き。こちらでいくつか購入させていただきましたが、買い物に夢中でうっかり取り忘れ、最後の購入品紹介をお見逃しなく。さまざまなデザインが美しいフォトフレーム、繊細な金のリボンのモチーフがとっても魅力的。そんなリボンで2つのフレームがつながってるなんて愛らしい。レース編みの縁取りの真っ白な丸いテーブルクロス。こんな美しいクロスのかかったテーブルで優雅なお茶の時間が過ごせたらいいですよね。そしてこちらのスタンドにも美しいクロスたちが並んでいますよ。テーブルクロスだけではなく、しっかりと洗い込まれて良い感じになったナプキンたちも、山積みになった麻布の布巾たち、これ何枚でもお皿を拭けちゃうそうですよ。そのお隣のスタンドにはセンスよくセレクトされた食器たち。そんな中にこんな蓋付きのピシェがありました。どこのメーカーのものかはわからなかったけど、陶器の蓋付きピシェは美しいだけでなくかなり便利だと思いませんか。そしてここにはオクトゴナル640違う、私の手が出せるお値段ではありませんでした。ここにはずらりとソーシエルが並んでいましたよ。壮観ですよね。ここにはアンファン・リシャールが洗面周りが一揃い。残念ながら全部まとめての販売。リノットを発見。それもたったの5ユーロ。パリ市内の飲みの市では見ることのない芝生の上に直接物を並べるディスプレイ。この感じがいいですよね。大型犬も一緒に散策。ようやく青空も見えてきて飲みの市日和になりました。これ私が買ったクマちゃんにお顔がちょっと似てますよね。こっちにはフレブル、金文字でフランス語が書かれたカップ。蓋がないから逆にいろいろ使えそうなキャニスターたち。箱の中にはバンビのぬいぐるみ。あまり古いものじゃなさそうかな。もう一つは
これはたてがみがあるからお馬さんかな。この音も鳴る。以前にもどこかで見たような。あら、靴下を履いたクマちゃんがいます。かわいい女の子。版画の魅力に取りつかれてしまっている夫。こんなにたくさんのスタンドがあるけど、まだ何も良さそうなものには巡り合っていないようです。美術品が多いイメージだったシャンボール城ののみの市。やっぱり版画となるとなかなか見つからない。お城の中にも入ってみたかったけど、残念ながら今回は時間がなさそう。35ユーロ？この大きさでそのお値段。35ユーロ、悪くない。ほら見て、悪くないね。35ユーロ、悪くない。鳥かごの中に入った陶器。お城をバックにしたバルボチングのピシェ。ここにはフランスのシンボル、オンドリのピシェ。ようやく夫が見つけた古本のスタンド。でもやっぱり何も欲しいものはなかったらしい。美しいアヒル口のピシェ、ミニミシン、ユニークなカエルのピシェも。白いペンキで塗られた棚とアンティークの器は王道のコンビネーション。ここにはなんとなんと巨大なヒイラギ柄の水差しが。見たことない。後で他の方に伺ったら、これは90ユーロぐらいだったようですよ。ここでやっと夫が何か見つけたようです。でも買うべきか買わないべきかと迷いに迷った末、結局ちょっと考えますねということに。どうやらあれが本当の版画なのかどうなのか確証が持てなかったということ。私には何のアドバイスもできませんからね。おや、ディネットのセットがあります。状態も良くて揃っていますね。ディネットとは思えない精密さ。お城からは少し離れたところへやってきました。ここで私が見つけたのがこの版画。夫もかなり気に入っている様子。夫は見入っています。ここからが長いです。というわけで私はその間にその周りのスタンドを散策。ここにはなかなか良いものがありますね。これはクレイエモントローのファイアンスフィーヌではありませんか。状態も悪くない。そしてまた夫のところに戻ってみましたが、迷ってる。するとスタンドの方が見かねて、それでも夫は決められない。迷う。そしてまだまだ迷う。そしてまだ迷う。結局夫はどうしたのか。ランチタイムです。結局広すぎてレストランにまで戻る気力もなく疲れ果てお腹が好きで、結局この芝生で持ってきたサンドイッチ食べることになりました。時間がずれて空いたらせめてコーヒーは飲みたいかな。結構疲れます。すごい広い。見てるとあっという間なんだけど、気づくと疲れてます。でも来てよかった。楽しいです。いただきます。結局夫はあの版画を10ユーロにしていただいて買いました。よかったね。持ってきたサンドイッチでランチを終えて、今度はお城の方へ向かって見ていきます。パリの道路標識がこんなところに売られています。お部屋にあったらとってもおしゃれ。C'est quoi goinfre? Goinfre, c'est quelqu'un qui adore manger. Ah, toi alors? Hein? C'est toi. Goinfre, je ne savais pas. Ah, c'est toi que ça. Hein?
Exactement, c'est toi. Mange tout le temps. Et puis, tu vas devenir. その先を進んでみたら、ずらりと地面に並んだお皿たち。その中で見つけたのが柊柄のお皿。数枚残っていたのですが、そのどれも状態はあまり良くありませんでした。早い時間には状態が良いものもあったのかもしれませんね。ちょっと残念。ホリホリも見たいけど、もう気がつくとあと2時間ぐらいしかない。まだ全然じゃないけど、まだ半分ぐらいしか見てないので、ホリホリはやめとこうかな。ここにとっても珍しい色の食器がありました。480ユーロでのセット売り。見たことない色、すごい色。わあ、面白い色。ここにも箱が並んでいます。このホリホリはすごい量の箱が並んでるけど見れない。時間もないけど、ちょっと見る気力がない。すごい、わあすごい、なんかすごくいっぱいありますね。キャー、ちょっと待って、ここはぜひ見ておかなければ。あら、状態はあんまり良くないけど、これはベアンかな。見てください、このカップとソーサーの量を。木のお皿がある。すごいいっぱい。あ、comme ça。あ、だからオッケー。このチョッキーのお皿付きのは持ってません。Celle-ci, on Ouais. monte plutôt sur 4 え？ et celle-ci, 5. D'accord, 6. これは結構お買い得じゃありませんか？今私が欲しいこれ、陶器製のスパイスの棚。でも陶器の部分が真っ白かと思ったら、テープで隠れている部分に柄がありました。柄がなかったら欲しかった。インディゴ色に染められた布。麻やコットンの白もいいけど、この色も捨てがたい。インディゴ色といえば、あの奥にあるのは濃厚インディゴブルーチェックのハムスターたち。あと30分ぐらいしかないらしい。ああ、どうもー。あ、かわいい。これもある。あ、かわいい。このグリーンと赤のお皿、とってもかわいい。時間がないので、この辺りではかなり焦ってます。Je sais pas, tu vas acheter ou pas? Je sais pas. するとここで、あ、150じゃね、高い。この辺りになると小走りになって見ています。結局夫はもう一度あの版画を見に行くことに。まだ売れずに残っているようです。時間を無駄にはできません。このスタンドを私も見なくては。シャンボール城ではありませんでした。残り時間が少ないので、購入を迷う夫をせかさなければなりません。ついにここで時間切れ。コーヒータイムです。5分しかないそうでまだ見てない通路が3本ぐらいはあったかな。ちょっと残念。いや、楽しいですね、やっぱりね。朝早く来てたら結構なものがあったんじゃないかなっていう気がします。で、
ちょっとここは高いってよく皆さんおっしゃるんですが、まあ確かに高いのもあったんですが、そうでもないものももちろんありました。なのでやっぱりサトゥーと似た感じと龍之介さんがおっしゃってたんですが、本当そんな感じで高くてなんか珍しいものもあるし、ちゃんとお安くて手に入りやすいものもあるっていう感じで、見てて楽しくて買っても楽しいって感じです。いいですね。ぜひもうちょっと早く行きたいな、できれば。でも来れただけで良かったです。ボネケ本舗。バスでブロアの町に戻ってきました。ここで突然の雷、真っ暗になって雨も降り出したので、町の散策は後にしてまずは晩ご飯にすることに。食事の時間には早いので、まずはアペロから。夫がここに行きたいと言ったので来ました。ちょっと高いと文句を言ってますが、夫の選択です。Orage. Il va faire beau au moment où on part, quoi. C'est un peu dommage. 街を散策してレストランで夕飯を食べて帰ろうってことになってたんですが、残念ながら雨です。真っ暗です。お疲れ様、チンチンこのレストラン、時間が経つにつれ地元の人たちでいっぱいに。私が頼んだお料理はアッシュパルマンチエ。クリーミーなマッシュドポテトの下には煮込まれた牛肉、アスパラとクリームの前菜も最高。最後のコーヒーまで最高でした。おすすめです。雨が上がったので外を散歩しに来ました。 Tiens, regarde, les gargouilles là. ガグイ Même les gargouilles. いますね。ガグイがいました。高台の広場に登ってみます。ここはブロア城、王家の城。なんかかわいいレストランが奥にある。かわいい。なんか遠くの方にちらりとロワールが見えてます。かわいらしい街並みの中、散策をしながら駅まで向かいます。駅に着きました。綺麗な街でした。ブロア。レストランもすっごく美味しかったです。地方の方が美味しいのに当たる確率が高い気がします。ここからパリへ戻りますと思ったら45分の遅れってなってますけど、パリに到着しました。眠いです。もう11時です。今回のシャンボール、とっても楽しかったです。なんといっても初めてのお城、シャンボールの飲みの市でした。ずっと行きたいと思ってたんですが、なかなか行けなかったので、今回バスと電車を使って行けると分かって行ってきました。このシャンボールの飲みの市は夜明け前からすでに始まってしまっているので、私たちが着いたのは、10時ぐらいだったんですが、その時間ではもう終わって帰られる方もいらっしゃるぐらいの時間でした。なのでもちろん掘り出し物のお宝を発見できるとはちょっと期待していなかったんですが、もうあのシチュエーションの中の飲みの市を楽しめればいいやと思って行ってきました。まずはですね、これはビアンドックスという会社のノベルティのカップです。見つけるたびに買うようにしています。結構な数があったんですが、その中でも状態がいいなと思うのを選んで買ってきました。これを買ってきたのはベッセルカンパーニさんの隣の方のテントのなかった方のスタンドでした。でそこでもう一つ買ったものがあります。それがこのお皿です。なぞなぞのお皿です。この絵と文字を読み解くと答えがわかるそうですよ。裏に何も刻印はないんですが、スタンドの方曰くクレイエモントロだそうです。お値段もこれすごくお買い得で9ユーロ
でした。やっぱりこれだけダメージがあるからだと思います。でこれなんですが、たまたま同じ YouTuber さんのリリーさんの動画を見ていましたら、リリーさんがやはり同じスタンドさんに行ってこれを手に取られてました。でやっぱりこのダメージがあるのでリリーさんは諦められたようですが、私はこのやはり探していた謎のプレートということとこのお値段ということがあって結局買うことにしました。なのでそのスタンドさんで買ったのはこの2つです。その次に見つけたのがこれです。じゃーん、蒸気。これソーサーなんですが、もちろんソーサーだけではなくカップもあります。やっぱり私が持っているチョーキーのカップの中にはないタイプのカップですね。そして何よりもこのソーサー付きというのに惹かれました。でこれはシャルブミンヌですね。さあそしてですね、よいしょ、可愛いかも、こうやった。そしてシャンボールではかなりお買い得なお値段だったと思いますが、これを見つけました。はい、これはリノットです。クレイモントロですね。私はこのグリーンを2枚持ってるんですが、このブルーは初めて購入してみました。で裏はこんな感じです。少しここに小さい掛けはありますね。この掛けかな、これを持って歩くときにかなりぶつけてしまったので、これ多分持って歩いたときにできた傷じゃないかなというような気はします。残念。そして最後がこれです。じゃーん、はい、じゃーん、この3つです。赤なのかボルドー色なのか、その中間みたいな感じの色合いで可愛いなと思いました。数は残念ながら揃っていなくて3つだけなんですが、剥げてるところもなくて、この下の部分ぐらいかな、こんな感じでちょっと剥げてるの。それがなければもう本当にいい状態です。中もほら剥げはないです。でこのスタンドさんで購入したのがもう一つあります。それが、はい、このブリロです。クレイエモントロです。クレイエモントロのブリロはこれが初めてかな。クレイエモントロにしては本当に状態がいいものだと思います。クレイエモントロのブリロの形って本当可愛いですね。ここもとっても綺麗なまんま柄が残っています。キャニスターとこれで、全部で40ユーロだったかな。これがシャンボールでの私の購入したものでした。他の方のように本当にお宝みたいなものはないかなと思うんですが、あの時間に行けてこれだけ買えたのはとっても良かったと思ってます。5月1日たった1日のみで貴重な経験ができたこと、とっても嬉しく思います。車がなくても頑張っていこうと思えば行けますよ。なのであの雰囲気を味わいにぜひ5月1日いらしてみてもいいんじゃないかなと思います。で今回私たちはシャンボール城の後にブロワの街も歩いて夕飯を食べて、それから帰ってきました。そのレストランがとっても美味しかったです。本当の美味しいフレンチでした。また次の動画も楽しみになさっててくださいね。これからもコネ家のアンティークパリライフをお届けしていきます。チャンネル登録をどうぞよろしくお願いいたします。登録後ベルマークを押してくださいね。私の新着動画のお知らせが届きます。